MBA 行こうかなって迷ってるそこのあなた。行かなかったら後悔するんじゃないかなって思ってるでしょ。こういう相談 DM がめっちゃ来ます。俺も MBA に行くチャンスが2回あったんですけど、2回とも断ってます。ただ MBA に行かないでもベイに就職して、実際今起業してとってもハッピーです。実は MBA は全員が行った方がいいわけではないんです。MBA に行く理由って大体5つあるのって知ってますか？これらをちゃんと考えて意思決定しないと後悔するかもしれません。こういう人は MBA に行かない方が実はいいよっていう話を今日はオフレコでしていくので、後悔したくない人はぜひ最後まで見ていてください。実際 MBA って、学費だけじゃなくて総合的にいくらぐらいかかるの？めっちゃかかるよね。だいたい多分 US の MBA だと2年だから、1年間のやつかける2なんだけど、1年間でだいたい2500万ぐらい合計でかかって、かける2だから2年間で5000万。で、内訳的にいくと、多分学費が100K だから1500万ぐらいかかって、で、US でのリビングエクスペリエンスが、大体多分1000万ぐらい、全部向こうの方が高いから。だから2年間のその学校を学びに行くのに、5000万かかりますと。これが本当に意味ありますかっていうのをちょっと今日分解して話していきたいなって感じだね。5000万だったら東京のワンルーム買えちゃうよね。買えるね。やばいよな、普通に。5000万ね、コミットできますかって結構ね、でかいよね。MBA やっぱその行く理由っていうのもいくつかあると思うのね。で、やっぱ学びのために行きますっていうのが一番教科書的に正しいじゃん。2年間とって学位を取りに行くわけだから。理論的にはね。で、MBA のね、Master of Business Administration だから、ビジネスについて全般的に学びますよと、2年間かけて。で、それはその会計の話もそうだし、財務の話もそうだし、組織の話もそうだし、リーダーシップの話とかもそうだし、幅広くしっかり学んで、要はそのマネージャーとか人を率いてビジネスを推進できる立場になりましょうっていうことを学ぶのね。で、実際俺もマスターファイナンス取ってた時は、そのファイナンス系の話とかは全部その MBA の人たちと同じクラス取ってたわけ。だから授業の内容とかこんな感じねっていうのも分かってるんだけど、これをじゃあ今本当にまた5000万かけてやりますか5000万の価値のある学びですかっていうと、俺はノーだと思っていてでこれは、特に今 AI があるからっていうのはすごい強い。でもちろん昔からそのMBA の本とか MBA もそのオンラインでいろいろ見れますよとかね、その結構トップスクールもさオンラインでさ全部出してたりするじゃん、その授業の内容とかでもただで見れる世界観があるから、それで学ぶこともできますよっていうのもあるんだけど、もう AI が入ってきた世界観の中で、じゃあその学校でしか学べなくて、自分で AI で学べないものはありますかってなる思うんだよ。限りなくゼロと限りなくゼロだと思う。おかげさまでもうすぐ登録者4000人になります。正直ここまで来れると思ってなかったです。これからもみんなの期待を超えていける動画を出していきますので、4000人到達のためにぜひ登録して応援よろしくお願いします。お願いします。でもさ、そういう論理でいくと、大学も同じ論理で行かなくてもいいんちゃうっていう反論もできるんじゃない？学びの観点に言うとそう思う。そう。でもだから大学学びのために行きますかっていうところでいくと、もう今の大学は行く価値は限りなくやっぱどんどん depreciating value だと思ってるよ俺。だとすると、もちろん授業を教えてくるのもありがたいけど、人ってそんな勉強しないじゃん。強制的なフォーシングファンクションがないと、そういう価値もないのかな。その強制的なね、授業って形を取った方が、勉強しますよねっていうのは、それはそうではあるけど、それに5000万払いますかっていう話があって、それだったらものすごい厳しいコーチをさ、24時間監視してくるコーチでも月10万で雇ったらさ、もうケツ叩くだけの、ほら勉強しろっていうのでもできるじゃん、他の方法として。で本気でやればね、少なくとも俺の知ってる MBA の内容って、AI を使ってやれば、もう他のこと全部やめて AI を使ってやれば多分1ヶ月あれば学びきれると思うの、概念としては。どう思う？そうだね。俺も正直MBA 行った人としてその教育の質はね、ぶっちゃけ5000万どころか500万も払いたくない。でもやっぱ学びにおいてその MBA でしか得られないものって確かに存在すると思ってて、俺の中だとそのトップティア教授への直接アクセスっていう話と、あとそのディベート系のやつは、これは確かに個人で AI でやってるだけだとやっぱどうしても限界があるから、それを得に行くっていう意味だと、5000万の価値があるか置いといて、割はすごいあると思う。でトップティア教授のさオフィスアワーとかあるからさ、話って不興味がある話、本当に1時間でも2時間でもさタダで話してくれるわけ、タダじゃないんだけどそれはね、外部の人間だったらその人のアポを取るっていうのはすごい労力がかかる話だから、すごい価値あると思うし、同じレベルの脳みその人間とか学びを持ってる人間がガチでこれ議論したらどうなるんだろうっていうのは、
あ、それはそれでやっぱ面白いエクササイズではあるから、まあ、手に入れにくいなと思う一方で、まあ、仕事してたらそれ手に入んじゃねえとも思うから。いやでもぶっちゃけここは涼介の、まあ、言ってない涼介の直感が合ってると思う授業の中で勉強したことって俺はほぼ役に立ってないし、全ては自分が就活のために別途勉強した内容とまあ、面接準備とかでまあ、取得した知識と実際インターンシップやりながら現場で得た知識のみ役に立ってると思うかな、今考えると。しかもさ入学して勉強してもさ、どうせチャット GPT がクロードに質問しまくるわけじゃん。いやそれなこれ何って言って、もうただでやれよって思う。これは今の学部生もこの問題がすごい深刻なんだけど、実際MBA 始まったらいろんな就活とあとまあ遊びで忙しいから、もう課題なんてクロードに打ち込んでやってるし、俺の時代より今の方が優れてるからさ、逆にもう今思えばクロードこう分けて全部、あとさっきディベートの話もしたじゃん。でもそっちもさ、なんかアメリカのトップ MBA 行ったらみんななんかキラキラしてすごい頭いい人しかいないと思うじゃん。いやそんなことない本当アホ多いからいるよね、しかもそもそもアホも多いし、あと準備してアホの上に準備してない、で適当にクロードが、まあ、チャット GPT に打って準備してディベートしてる形式が多いので、こいつらとディベートする意味あんのか、本当人生の無駄っていう感じた授業が半分以上だったかな。あるある。なんか本当にその質問してるんすかみたいな人がそうあとアメリカ特有のなんか何も知らないくせにとりあえずなんか発言するっていうばっかりじゃあるじゃん。そうね、やたら自信だけはあるみたいな。お前の自信はどっから出てくるんだってやつがいっぱいいるからね。じゃあまあ学び的には価値なしと一応その MBA 行くかどうか考えたときにキャリア的にバリューあるかどうか考えたわけでしょ。そっちの方はどうなの？キャリアは特定の条件においてはすごい価値を発揮するけど、ほとんどの人においては価値を発揮しないっていうのが俺の見方。これどういうことかっていうと、MBA を取ることによってこの開けるキャリアっていうのは確かに一定数あるわけよ。でそれがどういうキャリアかっていうと、まあ、俺らがよく話してる外銀系の話とコンサル系の話っていうのが、まあ、多分2大巨頭だね、まあ、それ以外に多分あるんだろうけど、大きくその2つで、この、まあ、コンサルとかもその専攻に限らずいろんなコンサルっていうのがあるんだけど、これなんでかっていうと、要は前職の経験スペシャリティとか知識がなくてもこいつらはこのレベルに達してるんだっていうその基準値を満たしました。だから入ってくれれば、あと気合と根性って、あとまあそのある程度能力値で頑張ってくれって言ってジョブを得られるのがその2つのジョブなわけよ。でそれ以外のなんかじゃあそこからじゃあエンジニアのなんかねシニアプロダクトマネージャーになれますかとか他のねプロキュアメントスペシャリストになりますかとかなったら、それ MBA じゃない方がいいでしょってなるわけよ。その2つはすごいMBA を通ることには価値があるんだけど、そうじゃなかったらなんかすごいあるは低い、なんかその要は特定の目標に向かって最も効率がいいものではないと思う。まあ、確かにその特定の目的がないと ROI どうすかっていう疑問はあるけど、でもぶっちゃけ MBA 行った方が MBB に入る確率って10倍以上上がることない？それで価値ないのかな？だから MBB に入りたいんだったら、それはおそらく価値はある可能性があるっていうのが俺の見方で、っていうの俺もその USC の実はその俺ファイナンスのマスターに入ったんだけど、同時期にその MBA もこう承諾もらってたんで、両方いけますってなって、で結局俺はそのファイナンスを選んだので、結局ファイナンスを取ったけどその後はまあベンいけてるから、その MBA じゃなくてもその MBB いけるわけよね。マスターズファイナンスは1年だったの？1年で学費も MBA より安いの。だからまあしかもだから5000万だとするという2年間のマスターズが俺多分3分の1以下とかで多分いってる。めっちゃ得したよ。そうめっちゃ得して、まあ、結局結果は同じもんですとっていう意味でいくとまあね3倍の投資なわけじゃん、その単純に比較した時にそういう道も結構世の中にあるわけよね。まあ同級生も他の仲間コンサル行ってるやつもいるし、それこそエバーコアとか超一流 PE ファームに直接行ってるやつもいるし、ゴールドマン行ってるやつもいるし、なんかファイナンス行きたいんだったらそのマスターファイナンスもあるし、まあオプションはあると思うのよ。でただ一方で、まあ、確かに MBA の方がその道ができてる、その就職までの道が、俺もマスターファイナンスにはそのコンサルクラブがなかったから自分で作んなきゃいけないとかいくつかハードルを超えなきゃいけなかったんで、ただ MBA 入ったらもう全てその条件が整ってるから、確かにね、環境整ってるからすごいそこがやりやすいし、まあ、学内リクルーティングも MBA 向けに来るし、で仲間同士もなんか情報交換しやすいしっていう意味ではしやすさは確かに存在すると思う。だからまあそこにどんだけね
価値を見出しますかっていう話だよね。確かに MBA の方がもう全ての環境が整ってる感はあるけど、それにぶっちゃけ5000万の価値があるのかっていうだったら、どうかな、でも一方で就活の方はそうです。しかしやっぱその MBA 行くことによって学歴ロンダリングでできるわけじゃん。それはどう思う？それはねそこに価値を見出すならすごいいいと思う。それは個人的にってこと？個人的に自己満足だと思うね。学歴ロンダリング、そのキャリアにつながらない学歴ロンダリングは自己満足だと俺は思っていて、っていうのは学位もらってどうですかって私はなんかねどこどこ卒ですって言いたいがために数千万払ってるで、それが価値あるならそれは素晴らしいいいと思うけど、本当に俺もUSC もう大学がさなんか三流大学だったからUSC 入ったことによってなんかみんなが知ってる大学ではいはいはいってなって認識されることも増えたし、その USC のアラムナイの話とかでお前も一緒かみたいになってそれによる箔がつくっていうのは確かに存在する、で俺の場合それがベインっていうキャリアにつながったからすごい ROI は高かったと思うけど、つながんなかった時に多分レベルアップはしてたと思うのいずれにせよ、でそれはじゃあどこまでその価値を見出しますかっていうのは結構個々人の価値観だと思うかな。 USC のマスターズファイナンス行って箔がついたわけなんで、別に MBA 行かなくてもそれはつくっていう。そう学校の箔はついてるからね、なるほどね。でキャリアの話であと1個だけ追加するとしたら、元の仕事が何だったかっていうのと、MBB 外銀に行きたいかっていうの、これが両方のポジションがすごい噛み合ったらすごい価値あると思う。っていうのはなんか元のやつはなんかあんまり関係ないけど外銀とかコンサルに行きたいですと。で、MBA が一番確かに効率がいいのでそこに行きたい。でここの年収が低いですと。でわかんないなんか外銀とかコンサルに比べたらなんか数百万円分も低いですってなった時に移ります。でそうするとこっちの伸びも早いから、ここから入ったのは5000万かかるけど、そこのMBB 外銀入った後のビフォーアフターで考えた時に5000万って割と数年か少なくとも10年では回収できる説があるわけよね。確かにね。で10年ってタイムラインで見た時に回収できるんだったらそれは生涯収入って意味では全然違う話になってくるから、その数千万のところが数億変わってきます可能性がある、でそこまで視野に入れてるんだったらそれはキャリアって意味だと価値のあるムーブメントの可能性は大いにある。いくら自分のキャリアにかけてるかっていう話だよね。じゃあ結論的には MBA は、コンサルか IB を目指している特定のプロフェッションを目指してて、それか&or今の収入とのギャップがそのコンサル IB との収入のレベルのギャップが大きい場合は行く価値あるけど他はハテナ。でもやっぱ MBA ってよく言われるのが、そのトップ MBA に行くとその MBA の人脈にアクセスできるっていうそのネットワーク力ってそれの価値はどう思う？価値はあると思う。でも価値は多分みんなが思ってる価値とちょっと違うと思っていて、MBA に行ったら人脈できますねと。でそれがすごい役に立ちますよと。世界中ネットワークできますよっていうのが多分みんな想像する話だと思うね。でこれは嘘じゃないんだけど、本当にそれが価値のあるパターンって2パターンで1個はもう本当に友達ができますっていう話でこれは本当にできる。でやっぱ2年間同じようなこの楽しいこともちょっと勉強つらいねみたいな話も含めて、ほぼ共同生活2年間やってるから仲良くなるんだよね。で2年間すごい密に友達になると大体この一生涯の友達になると思う。でトニーもなんかMBA の友達結構いるじゃん。そうだね。で俺もそのマスターの友達この前のサウジアラビアの友達のとこ遊び行ったりして、そうだね。でやっぱすごい仲良くなるのよ。でそれはすごい価値がある。でこれはプライスレス系の話なんだけどでもう一個はプロフェッショナルなネットワークとして価値があるか。でこれはすごい特定の条件ではそうなんだけど、基本的にはあんまり本当に意味のあるコネクションにならないパターンの方が多分多いと思ってて、でもだってみんな国も違えばインダストリーも違うわけじゃん。でそうなった時にその人が自分のこのプロフェッショナルキャリアにおいて本当に有益な人間関係としてそもそも保ち続けた上でベネフィットになる瞬間が来ますかってなると、ものすごい可能性低いと思うんだよね。で例えばコンサル行ってでずっとみんながコーポレートキャリア上がってって、自分はコンサルティングのパートナーですって、こいつは大企業の偉い人ですと、お前に仕事頼むよっていう話とか、バンキングでも一緒で、ちょっと M&A やりたいんだ、ちょっと手伝ってよみたいな、同期でしょみたいな、でそういうのはあり得ると思うの。でも例えばなんかね、自動車業界に行ったやつとなんか保険業界に行ったやつがある日一緒に仕事するかって多分しないと思うのそういう意味では可能性はあるんだけど、プロフェッショナルの部分は多分すごいそれこそさっき言ったみたいにある特定のインダストリーの特定の条件じゃないと本質的にネットワークとしての価値を生み出すっていうのはすごい少ないと思う。で、これと別になんか
定量化できないけどなんかインスピレーションを受けるとかなんかこいつこういう生き方してんだとか面白いやつに会えたなって話はまあいっぱいあると思うの。でもそれってまあ俺の中だと別に MBA 行かなくてもできんちゃうっていうのは終わって、俺も卒業後のネットワークの価値についてはいろんな疑問があるけど、でも一方でその就活中のネットワークの価値っていうのは確実になると思って、例えば本当にこの大学院で今勉強してますっていうことだけで面接につながるので、それってやばいチートだ。だからそもそもこういうトップファームで面接の機会を得る自体が一番難しいっていうので、そこでフリーパスみたいなのを得られるのは非常にいいと思うけど、実際に学校を出た後には、あんまね影響はないかな。あとこの人脈がMBA でしか得られないのかって話でいくと、これもね俺ノーだと思っていて、今何の仕事をしてるかにもちろんよるんだけど、俺は MBA なしでベイン入ったからもう優秀ないろんなところに飛んでいって、そのうち本当に何かあったらお願い事できるそのネットワークがベインでできたわけよ。でこれは他のねそのコンサルファームでもそうだし、もう他の金融系もそうだし、テック系もそうだ。多分俺の友達とかでも Google で今 MBA 行こうかなって悩んでる人いるの。もう Google ってさ優秀な人材が死ぬといっぱいいるわけじゃん。もうそこでクソネットワークあるんだから、わざわざなんか新しいネットワーク本当に必要みたいな。社内でなんかいっぱい友達作った方が実はROI高いんじゃねって思うわけ。だから人脈を求めて MBA に行く価値があると思ってるっていう人はちょっと微妙かもしれないはい、じゃあ人脈もこういう人だったら×で、じゃあ単純にさ、私は純ジャパンドメです。で海外経験が欲しい。で若いうちにやっときたいっていう、そういう人たちに対してその海外経験としての MBA の価値はどう思う？まず海外経験はそのバイアスかかってるけどすごい大事だから、もう全員海外行った方がいいと、やっぱその脳みそが広がる、世界が広がるから、これはもう何事にも変え難いので、もとにかく海外は行った方がいいっていうのはまずありますと、前提として。でそれのじゃあベストオプションが MBA ですかっていうと微妙でも結構さ MBA みたいに整った環境ってないじゃん、例えばいい人に恵まれてて、で就活もできるし、なんかいろいろ準備できてるのになぜ MBA が理想的ではないのか、ちょっと興味あるな。本当にトニーの言う通りで、すごい状況整ってるわけよね。全部環境が友達もいるし、みんな同じ状況だし、なんか同じ言語を喋れるし、能力値もなんか似たような人で、なんか勉強にもなるし、友達にもなれると。これ素晴らしいですと。ただまだ入る前に英語結構勉強しないといけないじゃんそもそもね。トーフルなんかね、一流のとこ行ったら100とか105以上ある必要で、もうその時点で英語勉強できてるから、語学の本当に必要性あるのかっていうのがまず1個あって、でそうなるとそのカルチュアルエクスチェンジとかそういう話ですよねって話になった時に、1個の選択肢としてすごいいいと思うね、その関係も整って、さっき言った理由ですごいいいと思うんだけど、それ以外にもオプションあるよっていうのを1回見ても欲しいっていうのがある。でこれは30歳以下だったらなんかいろんな国のワーホリみたいな話もあるし、これは実はお金稼ぎながらもその似たようなむしろもっと冒険的だけどできますみたいな話もあるし、俺みたいにそのスペシャライズドファイナンス、スペシャライズドマスターだったら同じような経験を得られるけどもうちょっと安くできますよってパターンもあるし、単純に5000万じゃ2年間で使えますってなったら世界8周ぐらいできそうじゃん確かにで世界8周していろんなもうなんか一つの場所で学ぶんじゃなくて、なんか旅しながらいろんな世界の人といろんな言語で世界を見ながらやってた方が広がるくないって。いや5000万あったら普通に海外で起業できるんじゃない？なんかオプションが5000万って考えたらリミットレスになってくるわけよね。でそのすごい恵まれた環境にはいるんだけど、でそれがいいんならいいんだけど、そうじゃない環境の方が学びは実は大きい可能性も大いにあるわけよ。で学びの種類にはよるんだろうけど、っていう意味で海外経験にじゃあ MBA が最も適してますかっていうと、ものすごくリスクアバースだったらイエスだと思う、その旅行もちょっと嫌ですとかちょっと危ないかもしれないとか、なんかワーホルとかじゃなくて自分はその勉強しながら学びたいんだとか、スペシャライズドだったら1年しかないから2年以上はやりたいんだみたいな、そういう理由で複合的にやってコンサバなオプションだと思うの。それがいいんだったらすごいいいと思う。それはただそれ以外のオプションの方が俺個人的にやっぱいいんじゃねえとかエキサイティングな部分もあるし、俺今5000万2年間で使ってくださいって言ったら MBA じゃなくて海外旅行に行くあと特に俺みたいなその外資系に勤めてるとか、日本の大きいグローバル企業でもいいんだけど、オフィストランスファーってオプションもあるじゃん、
で、ベインだったらその申し込みというかしたら、その海外オフィスに、少なくとも6ヶ月働けますよとか、人によってパーマネント移動できますよみたいなオプションもあるし、他の会社とかの転勤とか、あるじゃん。確かにもしくは海外オフィスにちょっと移動するとか、あると思うんだよね。で、そのオプションがあるんだったら、そっち活かした方が、実際の仕事で使える本当のこのライブ・エングリッシュ使えるし、そっちの方がなんか目的が海外経験で英語も学んでしたいですだったら俺そっちの方がいい気がするんだよね。確かに俺も BCG2 年目でそのドバイオフィスにトランスファーしたじゃん、んで当時ドバイオフィスに行って実際そのサウジのケースワークとか自分でやって、でネットワーキングも学びも稼ぎも全てできたのに、例えばウォートンでそのサウジとかUAE トレックとか、それで学べることないよね修学旅行だからね。そうそうそうその表面的なことは知れるけど、俺の友達たちよくそういうトレック行ってこういうのなんかめちゃくちゃ勉強になりましたってリンクドインによく投稿してんだけど笑えるねこれはないよりあった方がいいけど、もちろんないようになった方がいいけど、でもその浅い、で実際役に立つかは正直分かんない、で海外経験はその留学 MBA ってすごいいい方法だと思うし、それが選択肢の一つですごいいい人もいると思うんだけど、他の全部選択肢がある中では俺の中だとなんかちょっと微妙なんじゃね。で何が特に微妙かちょっと次のポイントに入るんだけど、その結局全部今まで来てる話ってその ROI の観点からいいですかっていう話があるね。投資分に5000万に対してどのぐらいリターンがありますかって話で考えた時にやっぱ5000万のリターンがある投資ってなんかすごい限られてくると思うのよ。5000万ってその学費で5000万で、さっき言ったその学歴の話とかその経験の話とか学びの話とか海外経験の話とかいろいろあるんだけど、5000万分の価値全部足し算してありますかってちゃんと見た方がいいと思う。しかもその5000万ですって言ってるけど、実はその機械費用があって、その要はその2年間仕事してないわけじゃん。仕事してる時の年収分を全部要は手放してるわけよ。確かにね。年収例えば1000万の人だって2000万だし、もうちょっと稼いだらもっとだけど、年収1000万の人だとしたら2年間も2000万分プラスされるから、要は7000万円分のコストがかかってる、実質。なおかつその2年間蓄積できなかったキャリアの、年数もそうだし、そう実はねその雪だるま式な部分あるからね、ってなった時は7000万以上、もう下手したら1億円のこの機械コストを含めたらある人も払ってる人もいるわけで、1億円の価値あるものってなかなか世の中にないじゃんでもさ、今まで話した内容って結構その凌介が初めてそのマスター・オブ・ファイナンスに行くか MBA に行くかっていうそのディシジョンポイントにフォーカスしてた軸だと思ったんだけど、ベインに行ってからタダで MBA 行けた瞬間あったじゃん、その時の考え方の軸って変わる？大きくは変わんない、ただやっぱそのインベストメント5000万がなくなりますっていうのは、そのめっちゃでかいですと。俺の財布から5000万が取られないっていうのはめちゃめちゃでかいディフェレンシエーターで、一方でベインだと他のコンサルファームもそうだと思うんだけど、留学2年間行ったらその後2年間同じ期間だけそのファームに残らないといけませんと。じゃないとその学費返してねっていう仕組みなわけよ。だから俺の場合その行けたしオプション周りでも行った人もいなくはないんだけど、行くと4年間ベイン&カンパニーにコミットするってことになるわけよ。戻って4年？ごめん、合計で。合計で。合計で。その MBA2 年とベイン2年で、要件その4年間はそのこのライフにコミットするっていうことになるわけ。で、よく言われてるその、なんか一番大事なのは時間だって話があるじゃん。俺結構その目線でこのディシジョンを考えて、学費はゼロですと。で、楽しいこともありますと。でも俺4年間自分の人生をこのルートに進みたいかなってなった時に、4年間ともっと先のビジョンがあるわけじゃん。4年間これってことはそのインプリケーションがあって、そのインプリケーションを含めたら4年間このルートにとどまるっていうのは俺には時間的コストが高すぎるなって思って、その時も行かなかった。今現職のコンサルタントたちもその MBA どうするかって考えると思うけど、多分一番の戸惑う理由は戻んないといけないそうね。これコンサルじゃなくて他の、商社でもね、他のスポンサーシッププログラムにみんな一緒に思ってることだと思うんだけど、他のところでもっと長かったりするからね。そうだよね。ロックアップピリオドが。でも逆にもしこの会社に一生ここにいますとか当分ここにいますっていう確信がある人だったら行ってもいいんじゃない？それはすごい価値あると思う。っていうのはやっぱ行くとその社内の中でこいつ MBA ってなってすごい分かるし、その MBA に行かせようっていうだけの人材価値があるっていうのを認められてますっていうスタンプもあるし、
商社とか他のメーカーとかでもMBA に行くって人は結構社内選考を通っていってるから、要はこいつはその出世街道を乗っかってるやつなんだっていうこの見られ方をする。だからそうなると実はその社内での戻った方がそのキャリアトラジェクトリーとしてすごいいいみたいなパターンもあると。あと俺周りで見た例が何個ぐらいあるんだけど正直よく分かんないです、ここの会社にずっといるかどうか、でも、MBA 行ってそのサマーインターンシップでいろんな違う仕事を試してみたいっていう人いるじゃん、でこれができる環境ってあんまね、めったにないから行く価値あるかもしれないけど、ここねちょっと罠があってベイン含めてなんだけど、インターンシップを許可しないファームが多い。ああ、そうなの。そうで、これもオフィスによってポリシーがちょっと違う、やめてインターンシップやった人もいる。そうなんだ。そのスポンサーシップもらってる途中にもうやめて、だからあんまりなんかさ試しになってない、これは、どうせ退社するんだったらね、すればいいね、確かに、それの前提で考えたらいいのね。確かに。マッキンゼとかこれオフィスによるんだけど、これマッキンゼはもうフラットでどこも行っちゃダメ。サマーインターンシップをマッキンゼでやれっていうポリシーがある、ね、どういう何のジョークだ夏一旦マッキンゼ戻って、自分の母国のマッキンゼオフィスに戻って仕事してたやつもいたな。何のために行ったのまあお小遣い稼ぎか、だから会社の観点からしたらインセンティブアライメントだよね、逃がさないように戻ってきてほしいので。1年系の MBA あるじゃん。箔というかレベルでいくと劣らないけど1年のやつとか、インシアードもそうだし、UK のやつとかも1年じゃん、でそういうのは俺ありだと思う。その ROI の計算軸が全然変わってくるから、生活コストもだいぶ低くなるし、国によってはそもそも学費も少なくとも2分の1だし、場合によってもっと低いと。でそれだったらその R が正当化される理由パターンっていうのがどんどん増えてくると思う。今日はこんな感じで MBA に行くべきか、こういう人は行かない方がいいよっていうのをいろんな角度から見て、話していきました。トニーはね、実際 MBA に行っているので、実はMBA 賛成派なんですけど、そういうトニーの意見を聞きたい人、こういう人 MBA 行った方がいいよってトニーのエピソード聞きたい人は、ぜひコメントで教えてください。また、私はそれでも MBA 行くんだっていう人はですね、我々アメリカ留学で最も楽しく成功させるっていう秘訣のエピソードも出しているので、興味ある人はそっちも見てみてください。それではまた。